アニメ化。時は宇宙世紀0079、一年戦争末期。地球連邦軍とジオンの戦いが終盤を迎えようとしていた頃、この当時試験中であった特殊装甲と前代未聞の武器を備えたあるジムは殴り合うジムの先駆者になろうとしていた。ジムストライカー、型式番号 RGM79FP。 ガンプラやゲーム、漫画などの複数の媒体を連動させた企画、ハーモニー・オブ・ガンダムが初出。地球連邦軍が作り上げた本格的な量産型モビルスーツであるジム、後に連邦の切り札であった RX78 の2ガンダムに匹敵する性能を持つ新たな仕様を生み出していくことになるこの機体は、完成直後には大きな問題も抱えていた。それはモビルスーツ戦における近接戦闘である。初期のジムはザク2には対抗できても、ジオンのグフやドムなどの接近戦に特化した機体にはまだ及ばなかったのである。しかし連邦軍はジオンに大量に奪われた拠点を取り返すためにも、この問題に何としても対処しなければならなかった。かくして開発が始まったのが、ジオンの脅威に真正面から立ち向かえる革新的な機体であったという。それが破壊されながら勝利をつかむ脅威のジムストライカーである。本機は12月に配備された後期生産型ジムであるジム界をベースにして作られた改良機であり、その最大の特徴はウェアラブルアーマーと呼ばれる特殊な装甲にある。これは通常の装甲とは異なり、内部に策薬を仕込んだ特殊な構造を持つ増加装甲で、敵の攻撃を受けた瞬間に装甲内の策薬が爆発することで、そのエネルギーを外部に逃がし本体へのダメージを軽減するといった、破壊されながら耐えるという画期的なものであった。しかしこの装甲は重量が増加し機動力が低下してしまうという弱点があった。そこで設計者たちは大推力のバックパックと脚部スラスターを増設することで装甲による重量増加を相殺し、高い機動性を実現したのである。さらに接近戦を優位に進めるため、頭部にも格闘用バイザーを装着、コックピット周りの装甲を厚くし、パイロットの生存性も高められている。加えてジムストライカーの強みは充実した格闘専用の装備にもある。メイン武装として採用されたのはツインビームスピア。これは伸縮可能なロッドの先端に2つのビーム刃を備えた斬新な武器で、リーチの長いロッドモードと某アナザーガンダムの死神ガンダムを彷彿とさせるサイズモードの2形態を使い分けることで、状況に応じた多彩な攻撃を可能にしている。さらにスパイクシールドとグラップシールドという攻防一体の2種類のシールドがある。スパイクシールドは盾の先端部に伸縮機構を備えたパイルバンカーという巨大な杭を打ち込む装置を装着したもので、突き刺すことで敵機を無力化できる兵装になっている。もう一方のグラップシールドは展開式のクローアームを備えており、敵機を捕獲して引きつけて強引に白兵戦に持ち込むことを可能にしていたりと、これにより本機はジオンに大きく差をつけられていたモビルスーツの接近戦に適した機体になったのである。ちなみに頭部60ミリバルカンに加えて100ミリマシンガンやビームサーベルといったジムの標準装備も健在である。そして本機の活躍はハーモニー・オブ・ガンダムという企画出身ということもあって幅広く、ゲーム媒体ではプレステ3用ゲームのターゲットインサイトやガンダム戦記、アーケードゲームでは戦場の絆やスピリッツ・オブ・ジオン、修羅の創世に登場。特に修羅の創世ではテスト使用機が敵として登場し、おそらくベースであるジム界も試験段階のものを使っているのか、本来の配備前である11月末のジャブロー攻略戦ですでに使われており、その後北米のニューヤーク基地にも出現している。またガンプラ
ハイグレードユニバーサルセンチュリージムストライカーの説明書では、アフリカのムングベレの近くにある廃村でザク2を破壊する様子が描かれている。続いて漫画媒体では、機動戦士ガンダム悪海北米横断2250マイルで3機の本機が動きがおかしい2機の悪海を相手に悲劇の結末を迎えている。さらに機動戦士ガンダム俺ら連邦グレン隊では、主人公ユージ・アルカナ中尉の愛機として登場。元ボクサーである彼の戦闘スタイルとジムストライカーの特性が見事にマッチし、数々の激戦をくぐり抜けている。特に印象的なのはラスボスであり、同じ連邦軍が開発したガンダム試作機ピクシーとの死闘。本機もピクシーもパイロット補正で某アナザーのガンダムファイト級の動きを見せていたのだが、最後はアルカナ中尉の巧みなボクシングの技術を生かし、ジムストライカーの肉弾戦でピクシーに致命傷を与えるという、拳を武器に使った意外と珍しいパターンの活躍を見せている。その他最近でもゲーム「機動戦士ガンダムバトルオペレーションコードフェアリー」に登場しているのだが、こちらは本来ならまだ存在しないはずの11月上旬に北米に配備されているため、その出自に謎を抱えたジムストライカーになっている。ちなみに先ほどの連邦グレン隊のユージが乗った本機は、彼が所属するネメシス隊で使われたもので、全体性能を上げた強化型という仕様でもある。他にも本機は地上のさまざまな環境に合わせた森林型、砂漠型、バックパックにビームサーベルを2本装備した指揮官用に加えて、書籍マスターアーカイブモビルスーツ RGM79 ジムボリューム2には強化型の元になった仕様である北米ハミルトン基地仕様も設定されている。また本機は戦後に2通りの宇宙仕様が作られており、一つはバックパックや武装に変更を加えたジムストライカー海、もう一つは連邦特殊部隊であるシャドウズのチーム6に配備されたジムストライカー海メタルスパイダー。こちらはビームライフルと実弾武装を備えた火力強化とウェアラブルアーマーを外したことでジムストライカー要素が薄い機動力重視にした仕様になっている。さらに本機の進化は続き、その頭を上付きのガンダムヘッドに付け替えたストライカーカスタムや、そこに特殊能力制御用の装甲を施したフルアーマーストライカーカスタムも誕生している。さらに一年戦争から17年後となる宇宙世紀0096のラプラス事変でも、直接の発展機ではないが本機のウェアラブルアーマーとツインビームスピアを受け継いだジム2セミストライカーや、かつての本機のパイロットであるユージが狩るネモストライカーも生まれているなど、連邦のジムの進化の一端を担ったジムストライカーは、モビルスーツの技術が大きく進んだ時代までその力の一端を残し続けたのであった。ちなみにおそらく別世界の話だと思われるが、雑誌ガンプラエースに掲載された漫画「機動戦士ガンダムプレイス 2B」では、戦車から四つ足、そしてモビルスーツに可変する魔改造仕様の本気らしき機体が登場している。余談だが、ガンプラバトルアニメ「ガンダムビルドダイバーズ」の10話で本機は映像化デビューを果たしている。最後に先ほど紹介した機体の中で、ストライカーカスタムとフルアーマーストライカーカスタムは別の動画でより詳しく解説しているので、よろしければそちらもご覧ください。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。